サワディーカー。青の旅時間。腓骨を骨折したまま杖をついてコーカサスの旅に出た青です。前回の続きとなりますが、アゼルバイジャンに2泊して向かったのはジョージア。荷物を持ってひたすら歩いて陸路での国境越え。桜トラベルが作ってくれたこの日の予定です。到着したのが午後2時。ジョージア人のガイドとドライバーが迎えに来てます。会った途端に国境越えの大変さとお腹すいたとブーブー言う私たち。訪問予定のワイナリーでランチを用意できるとのことで軽いランチをお願いしました。まずはジョージアのお金に両替です。タイでドルを用意してきました。アゼルバイジャンマナトは国外持ち出し禁止ですが、この国境なら両替 OK です。ジョージアの通貨はラリー。馴染みがなさすぎて換算が大変。私はバーツを基本にします。ワイナリーに到着。ちょうど午後3時になりました。ジョージアはワイン発祥の地と言われ、約8000年ものワイン作りの歴史があります。途中に埋めたクベブリという素焼きの壺で発酵熟成させる伝統製法は、2013年にユネスコ無形文化遺産にも登録されました。カヘティ地方はジョージアを代表するワインの一段生産地です。案内してもらったのはジョージアのガイドブックにも掲載されていたファミリーワイナリーワインヤード N1。なんか素敵なセッティングでお迎えいただきました。早速に赤ワインが注がれてます。わーい。憧れ続けた本場ジョージアの赤ワインをやっと飲むことができます。この素焼きの壺は白用ですって。カヘティ名物の大きな船型パン、ショティプリの登場です。ジョージア語でパンをプリと言います。石窯で焼いててとても香ばしいです。ジョージアらしい前菜が次々と運ばれてきました。It's imagine like that from tree, the herbs and pickled ones, walnuts, pork with eggplant and beetroots. Yeah. So this one also pickles? It's pickles, green pickle. No, this is prali, like made with walnut and herbs. It's Russia. This is prali of control. Sakara Tobras。この時にはよく聞き取れなくてベロベロ言ってますが、ジョージア語で乾杯をガウマルジョス、サカルトベロはジョージア語でジョージアのこと、つまりジャパンの日本のようなものですかね。かつてグルジアと呼ばれていた国ですが、旧ソ連の呼び方を避けてほしいということで、2015年に日本はジョージアに変更しました。いつの間にって驚いた人も多かったと思いますが、もっと別の呼び方があったんですね。こんがり焼かれたポテトにオリーブとハーブを合わせた料理、美味しそう。いや、美味しかったです。まだ出てくるの。これはもしやピザみたいですが、ジョージアの伝統料理ハチャプリですね。ハチャプリというと船型の卵が乗っかってるイメージでしたが、実はそっちは限定的で、一般には丸型のことが多いそうです。地方や家庭によってもいろいろで、カヘティーノは生地が薄めでカリッとしています。軽いランチのはずがかなりお腹いっぱい。白ワインで乾杯、チャチャで乾杯、お料理を作ってくれたデダに乾杯。うちの母に似てて嬉しくなりました。ちなみにジョージア語でママはお父さんの意味ですって。さて、食後はそのママによるワイン作りの説明です。ワインだけでなく器や道具の話もしてくれましたが、本当にこの方たち酒が好きというか宴会が好きなのね。手に持っている動物の角も漢字と呼ばれる手記です。飲み干すまで置けない作りになっているそうで、もっと小さい器もありました。なんか四国にもベーク杯って同じようなものがありましたね。結局こちらに午後5時過ぎまでお邪魔して、みんな酔っ払いになってホテルに向かったのでした。ごちそうさまでした。
いきなりまたワインの醸造室ですが、これはホテルのプログラムのワインツアー。クベブリという容器を土中に埋めて発酵熟成させる様子です。ホテルの中にある設備で他の宿泊客も一緒です。地下には立派なワインセラーがありました。このシュフマンワインズはワイナリーとホテルリゾートが一緒になっていて、60ヘクタールのブドウ畑のある相当な規模のワイナリーと言えるでしょう。ドイツ人創設者のシュフマン氏がジョージアの人と国とそしてワインに惹かれて2008年に設立し、伝統と革新を融合させたワイン作りを続けています。ワインを手掛けるのは日本酒の当時的存在の3代続くワインメーカーの家系のギオルギ氏が担ってます。ここのワインは海外にも輸出されていて、日本でも購入できるようです。残念ながらタイでの情報は見つけられず。ワインツアーの後はレストランに移動してワインの試飲です。わーい、でもなんかずっと飲んでる気分。試飲した3種はシュフマンのプレミアラインビノテラシリーズ。まずはムツバネという土着品種を使ったアンバーワインから。果皮と一緒に6、8ヶ月クベブリで熟成され、ハーブのような香りと深みがあります。次に試したのはキシという品種のアンバーワイン。2種のアンバーワインの色や味、香りを比べてみます。アンバーワインは世界的にはオレンジワインと呼ばれていますが、クベブリを使うジョージアのはアンバーという言葉が似合う気がします。華やかな香りや見た目から甘いんじゃないかと構えちゃうのですが、どうもジョージアの人はやはり酒飲みが基本のようで甘いのを好まないのかも。どれもフルーティーな香りに反して甘さはなく落ち着いた感じ。赤ワインはジョージアを代表する黒ぶどうのサペラビ。赤ワインでクベブリを使うのは珍しいそうですが、シュフマンの伝統と品質へのこだわりの象徴って感じでクベブリを使ってます。香りや渋みが増してる感じで、しっかりした料理と合わせて飲みたい。でもとにかく3時から飲み食べ続けてる私たちはキノコのサラダを注文して、この日のディナーは終わりとなりました。アゼルバイジャンのシェキを観光して国境越えをして、ジョージアのカヘティで飲み食いしまくった長い一日も終わりです。おはようカヘティ、コーカサス4日目です。昨日バタバタチェックインしてワインツアーで飲んでそのまま寝ちゃったので、じっくりホテルを楽しめてませんが、最後の2泊にまた戻ってきます。平日はオーダー式の朝食でした。またね。さて今日はチナンダリのワイナリー、絶景の街シグナギ、聖なる修道院ボドベを回りながらジョージアの首都トビリシへ向かいます。まず訪れたのは19世紀の貴族詩人の邸宅チナンダリーエステート。ジョージアワイン文化の発信地としても知られています。エステートには記念館、英国式庭園、ワイナリー、ワインセラー、ホテル、カフェがあります。内部は残念ながら撮影禁止ですが、19世紀の貴族生活を忍ばせる調度品が見事でした。邸宅見学後はお楽しみのワインのお時間です。階段を降りて奥深く進むとこんなスペースがありました。早速試飲させてもらいます。ここのワインの特徴はジョージア固有のブドウ品種を使いながらも19世紀にヨーロッパ式の醸造法を取り入れたジョージア初のモダンワインなのだそうです。すっきりとした酸味と上品な香りで日頃飲み慣れた風味に近い感じがしました。それにしてもジョージアはどこでも試飲でガンガン注いでくれますね。とは言ってもこちらのワインはお高いようで説明だけでした。試飲した赤ワインは濃いめだけどまろやかで飲みやすかったです。ここはチャチャの品揃えもよくミニボトルをお土産に買いました。チャチャはジョージア版のグラッパともいえるブドウの蒸留酒でかなり強いお酒です。次に案内されたのはシグナギの城壁のすぐそばにあるレストラン。
ここのテラスからの眺めにびっくり。万里の長城がここまで続いてるのかと頭がぐるぐる。さすがにシルクロードじゃないんだからそんなわけないですね。お天気が良ければアラザニ渓谷とコーカサス山脈の絶景を拝めるみたいですが、風が強くてかなり寒い。そしてついに雨が降ってきたので退散です。まずはジョージアでの初ビールに乾杯。張り切ってヒンカリ注文したら売り切れですって。ショック。寒いのでスープ、船形の卵のっけハチャプリを頼んだらそれもないって。熱々の土鍋で出てきたキノコとスルムニチーズのソテー。そしてこちらもジョージア名物噂のシュクメルリ。松屋のは食べたことないけどちょっと見た目似てますかね。バンコクのジョージア料理屋で食べたのとはちょっと違うかな。ヒンカリがなかったので餃子を注文。メニューにロシア餃子のペリメニとありました。だとするとこのソースはスメタナ。スメタナはロシアのサワークリームなんですが、醤油じゃなくてもありなんですよね。そして食後はまたワインツアー。だいぶ詳しくなってきたかしら。ここで驚いたのは説明のベースの言語がロシア語なんですよ。たまたまロシア語の団体と一緒だったのかもしれませんが、ロシア人多いそうです。はい、そして新タイム。いつの間にかすごい人数になっていて、グラスを手に取るのも一苦労。ロシア語の説明は私たちのジョージア人ガイドさんが英語にしてくれました。残念ながらここでのシーンはロシア語に呆然としてて、あまり記憶が。外に出て城壁の上を歩けるってことで友達が行ってきました。全部で23の塔があり、総長約 4.5 キロだそうですが、狭いのと遠いのと人が多いのと寒いのとで途中で戻ってきました。シグナイから約2キロにあるジョージア正教の聖地ボドベ修道院にやってきました。4世紀にキリスト教をジョージアに伝えた聖ニノが眠る場所です。残念ながら奥にあった大聖堂は修復中で入れませんでした。さらに残念ながら濡れてるこの地面を杖で歩くのが難しく、聖ニノの泉に行くのも無理でした。ジョージア人のガイドを見ていると本当に聖なる信仰の場なのだと感じます。お天気のいい日にいつかまたシグナギの愛の町と一緒に再訪したいです。トビリシのホテルにチェックイン。広くて清潔で良かったんですが、エアコンの温度が上がらず初日は寒くて震えてました。クレームして翌日からは改善しましたけど、友達の部屋も同じだったのでデフォルトの設定なんでしょうか。寒かったです。トビリシでの最初の食事は桜トラベルからの贈り物。フォークショー付きのウェルカムディナーです。ジョージアの民族舞踊と伝統音楽を近くで見られるレストランです。杖ついてたらこの可愛いリフトを動かしてくれました。かなり規模の大きいレストランのようです。食事はお任せでしたが、ジョージアの伝統料理が次々と運ばれてきました。正直こうしたショーを見せる店の料理の味には期待していなかったのですが、しっかり裏切ってくれてどれもこれもとっても美味しかったです。ハチャプリ、もう何度か食べましたが、それぞれ違いがあるのがわかります。これはイメレティ地方風でジョージアで最も一般的に食べられているハチャプリ。これはジョージアのバーベキューポークムツバティ。シンプルなのにジューシーで美味しかったです。土鍋でぐつぐつ煮込まれてやってきたのはおなじみのジョージア名物シュクメルリ。鶏肉のガーリッククリーム煮ですが、今まで食べてきた中で一番美味しかったです。ここにパンを浸して柔らかくなったのを食べるのが美味しいそうで、試したら本当に。ここは赤でしょうってことで、サペラビというジョージアを代表する品種のワイン。深みのある濃厚な色と味わいを堪能しました。
私の席からはちょっと見えにくかったのですが、ダンスも楽しめました。この高速ステップや回転は印象的ですね。レストランでのフォークショーは旅の気分が盛り上がりましたが、次はもっと本格的な舞台でじっくりと鑑賞してみたくなりました。4日目も無事終了。今日もたくさん飲みました。おはようトビリッシュ。なんと朝食のレストランは8時オープン。アゼルバイジャンもそうでしたが、全体に朝は遅めのようです。チュルチヘラがあります。ヨーグルトやチーズ、ナッツも充実。シンプルですが、しっかり満足な朝ごはんでした。本日はジョージアのこと、世界遺産に登録されているムツヘタ方面へお出かけです。後半は大幅に予定が変更になりましたが、とにかく出発。ムツヘタはジョージア最古の町の一つで、石造りの建物や教会が並ぶ美しい町です。まず訪れたのは6世紀に建てられたジャバリ修道院。聖ニノが十字架を建てたとされる聖地でもあり、歴史的宗教的価値から世界遺産に登録。そこでお迎えしてくれたのが、すっごい気持ちよさそうにお休みですけど、寒くないんですか？丘の上の教会の前からの眺めが素晴らしい。でも寒い。面白い地形ですね。川の合流地点に町があるんですね。世界遺産に含まれるスベティツホベリ大聖堂とサムダブロ修道院も見えます。昔々、ムツヘタの王の目が見えなくなり、聖ニノの神様にすがって祈りを続けたら視力が戻ったそうで、それをきっかけに王家はキリスト教に改宗。ジョージアは世界で2番目にキリスト教を国教とする国になりました。聖ニノはブドウのつるで作った木の十字架を自分の髪で縛ったものを持っていました。この十字架は聖ニノの十字架と呼ばれて、ジョージア正教会の象徴になっています。聖ニノが十字架を立てて祈りを捧げたのがこのジャバリ教会のある丘だったそうです。聖ニノ自身はトルコのカッパドキア出身で、敬虔なキリスト教徒の家系で育ちました。訳あってジョージアへ、女性が一人で異国の地へ向かって布教を行った極めて稀な存在とされています。ジョージアの教会に入るには、女性は頭を隠し、パンツの場合はお尻も隠します。逆に男性は帽子をかぶってたら取らなきゃいけません。この教会でガイドさんからジョージア正教会の始まりをしっかり教えていただきました。丘を降りて町に出ました。雨が心配。スベティツホベリー大聖堂にやってきました。大聖堂までの道に露店が並んでます。これはジョージアの写真を見ると必ず出てくる不思議な食べ物ではないですか。チュルチヘラと言いますが、ガイドさんが市場で美味しいところを教えてくれるそうで、ここでは見送りました。他にもドライフルーツなどいろいろ。こちらはスパイスセットでしょうか。スベティスホベリー大聖堂はジョージア正教の総本山ともいえる存在。堂内に足を踏み入れると、やはり厳かですね。自然と声が小さくなります。ここにはキリストが十字架に処せられた時の衣が埋められているとも言われます。また、この大聖堂にはかつてのジョージアの王たちが眠っています。床がお墓になっていて、死者の謙虚さと人々の祈りを受け続けるという象徴でもあり、死者を踏みしめることで生きている者はその存在と祈りの重みを体で感じられるからだとか。このフレスコ画はロシア帝国支配下で白く塗りつぶされ、20世紀に修復されたそうです。聖母マリアと幼子キリストのイコン、
あちこちにいろんなのが飾られてましたが、私はこれがなんだかとっても印象に残りました。外に出たらちょうど12時、鐘の音が響き渡りました。さっき行ってきたジャバリ教会が見えます。さあ、これからお楽しみのランチです。予定されてたワイナリー見学と洞窟都市の訪問はスキップして、代わりに魚料理を食べたいという私たちのリクエストを聞いてもらって、ゴリという町にある人気のレストランにやってきました。大きな水槽がいっぱいありますね。さあ、飲んで食べるぞ。ガイドさんからおすすめを聞きながら注文。まずはスパイシーシーフードスープです。トマトだけスパイシーシーフードスープ。具がたっぷりで嬉しい。日本人好みですね。みんな大喜びでした。素朴な豆のハチャプリ、ベジタリアンのドライバーさんのオーダー。ジョージア正教では復活祭の前に約7週間の断食があって動物性食品を制限します。彼がベジタリアン食を分けてくれるのでいつも食べ過ぎになっちゃいます。ロシア料理のウハという魚のスープがあったので思わず注文。ロシア人に合わせてチャチャがセットでついてくるんですって。じゃーん、これがチョウザメのグリル。美味しかったです。また食べたい。こちらは私がジョージアという国を意識し始めるきっかけになったプハリ。野菜ソムリエのハーブ料理の会で初めて食べて、美味しい、これは何となって、雑誌で紹介されたジョージア料理と聞いて、ジョージア？アメリカの？となって、その時初めてグルジアがジョージアになったと知ったのでした。2018年1月のことです。その時からジョージアに行くぞと決めて、2020年に4月に予定立ててたのにコロナでキャンセル。やっと本当に来たぞって感じでジョージア料理を味わってます。タコのグリルも美味しかった。マルタでも食べまくったけど、こういうがっつり食べる感じじゃなかったので、ここのはちょっと感激。そうして魚好き日本人、これも食べないわけにはいかない。ニシンのフライですよ。まさかジョージアでここまでシーフードを堪能できるとは思ってなくって、ガイドさんのおすすめに大々感謝のランチでした。続いて訪れたのはジョージアの中部の町ゴリにあるスターリン博物館です。ソビエト連邦の最高指導者ヨシフ・スターリンがこの町で生まれたことから、彼の生涯を伝える大規模な博物館が建てられています。スターリンは1878年にゴリで生まれ、若い頃は進学校で神学を学んでいました。後に革命思想に目覚め、ロシア社会民主労働党に参加。1917年のロシア革命後、レーニンの後継者として権力を握り、1920年代から1953年に死去するまでソ連を実質的に支配しました。この町からソ連を工業化し、第二次世界大戦を戦い抜くほどの人物が生まれたのはすごいことですが、しかし彼は大粛清や強制収容所などの恐怖政治も行ったまさに独裁者でした。そんな人が少年として育ったゴリに、彼の人生を時系列でたどれる博物館ができました。正直私は別に独裁者の博物館なんて見なくていいかなと思ったのですが、友人たちがせっかくだしということで見学することになりました。感想としては、見てよかった。この博物館はスターリンを手放しに称えるものではなく、かといって安易に批判するものでもなく、とにかく知るための場所なのだと思いました。
栄光と恐怖の歴史を知ることは、今の世界を見つめるためにも必要に思いました。なんて珍しくそんな真面目なことを考えさせられる場所でしたね。とにかくここの館内ガイドがものすごく丁寧に分かりやすく説明してくれて、それを私たちのガイドが日本語にしてくれたというのも大きかったです。解説がなかったら写真眺めてへーとかふーんとか言って終わってた気がします。博物館の外には第二次世界大戦の大戦略を練ったとも言われる防弾列車があります。飛行機が怖かったスターリンは移動はほぼすべて専用列車だったそうです。もっと豪華なのかと思いましたが、とにかく安全性最優先だったようです。それにしても様々な密談も繰り広げられていたであろうこの重厚な防弾列車の隣に、4歳まで生まれ育った靴職人の父と家族と過ごしたわずか2部屋の素朴な家があるのがなんとも印象的でした。観光後、飛び石のホテルに戻って晩ご飯。でもまだ昼がって感じで、ホテルの何軒か隣にある半地下の小さなレストランで軽く食べました。ここでついに食べられたヒンカリ。やっぱり美味しい。でもお腹いっぱい。キノコとチーズのグリル、サラダの3品だけ頼んでハウスワインで楽しみました。ヒンカリの食べ方予習してきたんだけど、やっぱちょっと難しい。手で持つって言うけど熱々だし、フォークで刺すと汁漏れるし。初日はこんなもんでしたが、だんだんと上達しましたよ。おはようジョージア。8時に始まるホテルの朝ごはん。腹ペコ軍団はドアが開くのを待って突入。ジョージア全編すでに盛りだくさんですが、もう一日お付き合いください。この日は念願の数引きに行く予定でしたが、なんと雪で通行止めですって。そう、ジョージアに来てからずっと寒いんです。飛び石でも10度を切ってたんです。数引きまで行くと片道3時間。そろそろ旅の疲れが出始めてたので、近場で済ませられるのもありがたいかなという気分でもありました。いや、それよりとにかく寒い。出発前に長期予報で最低気温10度、最高気温20度と調べてたのに、毎日10度を切るんですよ。着るものの準備が。ちょっと数引きにビビってもいたので、行けなくても諦めつきました。正気のタイからやってきた身にはなかなか厳しかったんです。察知するかのように途中のお土産屋さんにはあったかそうな防寒具がたくさん売られてました。可愛くって欲しくなるのもいっぱい。でもタイじゃ使わないしね。ただ友達はここで裏地ふわふわ防寒オーバーパンツを買ってこの後とっても重宝してました。このお土産屋さんは貯水池が見える展望スポットなんです。観光客がたくさん来てました。でもきっと数べき断念組もいるかもね。穴塗りの駐車場に着いたらガイドさんがまずこっちこっちと手招き。ついていくと橋の上から教会や砦が一望できるではないですか。他の観光客もいなくて穴場。貯水池のほとりに16、17世紀に建てられたこの地域を支配していた公爵の拠点で、軍事と宗教の両面を備えた城塞複合体です。建物に向かって降りていきます。結構長い道です。この大きな教会は保存状態も良く、外壁にはジョージア十字などのレリーフが見えるそうです。入り口にはブドウの葉やコインの模様もありました。内部にはフレスコ画がいくつも見られます。ガイドさんが今はラッキー、いつも観光客が多くてここは大変って言ってました。教会なのにうるさくってとかなんとか。外に出て要塞の中をぐるっと。中世の世界に浸れますね。
みんなそんな気分になるのか？当時の衣装を着て写真を撮るサービスがありました。上の方の要塞には入ることができました。立派な見張り塔も残っています。私は入らずに待っていたので、こうして映像で見ておおっとなってます。駐車場で見かけたんですけど、こんなのもあるの？さぞ絶景なんでしょうけど。さあ、穴塗りの歴史を味わった後は、北へ向かってヒンカリを味わいます。珍しく12時に入店できました。今日は予定はもうないのでゆっくりできます。ここはヒンカリの本場と名高い村、ファサナウリという場所。カズベキと飛び石を結ぶ要衝に位置するヒンカリ発祥の地とされているそうで、美味しいお店がたくさんありますが、観光客が多くて安くて美味しいお店と、ちょっと高いけど美味しくて落ち着いたお店のどっちがいいですかと聞かれて、時間もあるからゆっくりできる方ってことで、こちらグダというレストランに来ました。ピクルスの盛り合わせ、すっかりおなじみのジョンジョリ。そうだ、分けられてきたんだ。このキノコのスープ、美味しいとのおすすめで3つ注文したら全員に分けて出してくれました。これはチャカプリ。春の伝統料理でハーブと酸味が特徴の煮込み料理です。トケマリというプラムやタラゴンが入ってて他では味わえない癖になる美味しさでした。チャカプリはこれ。あれ、ハチャプリは頼んでないんだけどと思ったら、この地方独特のハチャプリでガイドさんが食べたことないでしょと注文してくれました。食べたことないけど食べれるかなという不安。ほらほら、ヒンカリがガンガン届き始めましたよ。豚や牛だけのシンプルなヒンカリ、ハーブ入りのヒンカリなどいろんな地方のがあって、ベジタリアン用のキノコやポテトのヒンカリもありました。上のひだの部分を持って汁をこぼさないように中身を吸ってから食べるというのはすでに予習バッチリだったんですが、熱くて持てない。ちょっと冷めるのを待つようです。ジョージア人ドライバーの食べ方を真似て、まあ彼のはベジなので肉汁なしですが、だんだん慣れて上手に食べられるようになりました。こちらもガイドさんおすすめのスイーツ、あまり甘くないです。やっぱりジョージア人は酒飲みで甘いの食べないんじゃないですか？いやー、もうお腹パンパンいっぱい残っちゃってます。どうしよう。ガイドさんによると、ヒンカリは長い宴会で食べ残って冷めたり食べきれずに持ち帰った時は揚げたり焼いたりして食べるんですって。それがまた美味しいんだとか。食べたいってことで焼いてもらいました。はち切れてたはずのお腹なのに焼きヒンカリは別腹でした。こちらグダレストラン、素敵なお店ですよね。ちゃんと残った分はパックしてお持ち帰りさせてもらって、この夜ホテルでいただきました。外に出て車に乗ったらワンコたちが、いやいや何もないよ。この後カリフールに立ち寄ったら思った以上に時間がかかっちゃいました。その辺のレポートはまた機会があったらするってことで、ぐるっと3カ国ジョージア編、前編はここまでとします。この後はアルメニア編を挟んで後編をお届けする予定です。どうかチャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。この動画への高評価ボタンもとっても励みになりますので、ぜひぜひよろしくです。コメント欄への書き込みもお待ちしてます。それではまた次回。サワディーカー。